はい、こんにちは。今日はね、エンジンの熱源いろいろやっていきたいと思います。エンジンは熱で動く発動機なんだけど、熱を発生させる方法はいくつかあるので、その辺をいろいろ再確認していく感じですね。ということで、行ってみましょう。はい、とりあえずモーターとエンジンをご用意しました。で、まずモーターとエンジンは何が違うのかというと、モーターは電池で回る。で、エンジンは電池では回らない。じゃあどうするのかというと、こうやって何かを燃やしてエンジンに熱を伝えると回る。まあここまではご存知のお客さんは多いとは思うんだけど、今回は直火以外の熱源を使ってうまく回せないかを試していくってな趣旨になってます。で、まずはタングステン。これは電気を通すと温度が上がっていくんだけど、これを使ってエンジンを回せるか、これで試してみると、ちゃんと回りますね。さっきみたいに火を直接使うと近くにあるものに燃え移って大変なことになりがちなんだけど、これの場合は炎が上がったりしないので燃え移るリスクが低いってのがメリットかな。ただ今電池1本で動かしてて、これだといまいちなんだけど、じゃあこの電池1本でモーターがどれだけ動くのかというと、かなり元気に動くんだよねなので直火と比べるとメリットがあるとはいえ、モーターと比べると効率が悪いってな結果になるかな。はい、こんな感じで試していこうと思うんだけど、次はビーム。敵が放ってくるビームは熱を発するので、これを使って回せないかってな話なんだけど、ちゃんと回りますね。ビームは無限に出てくるので、うまく使えば永久にエンジンを回せるってなメリットがありますね。ただビーム1個だと大して回らないのと、ビームを食らうとダメージを受けるってのが大きすぎるデメリットなんだけど、とりあえずビームをいっぱい当てれば効率が上がるか。こっちのドローンスポナーはベアリングとかドローン本体が欲しい時用に確保してるんだけど、ビーム砲が欲しいことはなかなかないので、慣れない操作で難しいですね集めてる間にもビームをチュンチュン打ってくるんだけど、とりあえず囲いを作っとけば大丈夫か。まあそんな感じでとりあえず4つほど集めて、そこそこ回ってるかな。あとはこんな感じで囲いを強化しとけば大丈夫っそ。痛い。ビームは薄いものだとすり抜けることがあるのと、どうもビーム砲と接触してるものをすり抜けやすいってな研究結果が出てるので、外側にも二重で囲いを作っといた方がいいのか。一旦これで進めます。痛い。はい、まだ一定確率でビームがすり抜けるみたいなんだけど、とりあえず回転を見やすくするようにタイヤをつけてみました。
これで確認すると、だいたい 300rpm くらいで回ってって、見た感じ悪くはないんだけど、直感的に乗り物として使うには足りないような気がするんだよね。なので、こうやってタングステンの刃をつけて、これで武器みたいに使えるんじゃないか。よし、じゃああっちのドローン基地を破壊しに行ってみましょう。と向かってみたはいいものの、手持ち武器にしては無駄に大きすぎるか。私はこのゲームを4年近くやってるつよつよプレイヤーなので、どんな武器でもちょっとね、私くらいのつよつよプレイヤーともなると使い慣れた武器ってもんがあってね、このチャクラムをくっつけて、いざで、結構ご機嫌で回ってるのはいいんだけど、囲いを追加しても地味にビームがすり抜けたりはするんだよね。実際のところカットしてるところも合わせると何回かやられてるんだけどとかなんとか言いつつも、一応戦ってはいるんだけど、これ角が少ない武器を回転させても大して強くないんだよね。これに関しては武器の形状が良くなかったかな。普通に殴った方が強いな。なんやかんやってドローンスポナーを破壊することができました。とはいえ、こりゃ武器に使うにはいまいちだったかな。はい、少しアプローチを変えて、次はビーム発電。この無限の発熱を使えば無限に発電ができるんじゃないか。要は火力発電と同じ原理で、燃料の代わりにビームを使おうってな話なんだけど、あれ？ちゃんと軸は最高速で回ってるように見えるんだけど、全然発電しないですね。これつなぎ方がおかしいのかと思って何回かつなぎ替えもやってるんだけど、普通に火で燃やすと発電するな。ということは飛行自体は問題ないですね。ちょっとこれはね、しばらく試してたんだけど、なんか回転数の表示がバグってるのかもしんない。原因はよくわかんなかったんだけど、とりあえず諦めときますか。はい、じゃあ次は別の発熱方法としてロケットエンジン。こいつは放射する炎で3000度くらいまで一気に上がるので、発熱量としてはかなりいいんじゃないか。これで試してみると、確かにいい感じに回ってはいるんだけど、燃料の体積と重さに対して燃焼時間が短いかな。っていうかね、普通にロケットエンジンとして使う場合にはこのスピードで一気にこの距離まで飛んでいくのと、武器としては普通にぶん殴ることで成果も出てるので、少なくとも乗り物とか武器としてはコスパが悪いような気はする。何か別の使い方ができないかどうかは今後の
課題にしときましょうか。はい、ここまでやった結果、明確に新しく実用化できそうな熱源はなさそうですね。とはいえ、このままでは動画が閉まらないのでちょっとね、実験的に作った乗り物を用意します。まあ、準備しながら話をすると、目的としてはさっきロケットエンジンをちょっと使った時に気づいたんだけど、ニトロの材料になるイエロースライムとグリーンスライムを連れてくるのを忘れてるんだよね。で、イエローは屋形船で近くまで連れてきてるんだけど、問題はグリーンスライム、この湖の向こう側にいるのと、あとあっち側のスタート地点、まあどっちに行くかってところって、スタート地点の方が若干遠そうなんだけど、長いこと言ってないってのもあるので、久しぶりにそっちに向かいますか。とかなんとか言ってる間に、じゃん、これ一見昔使ってたトラックなんだけど、実はモーターをエンジンに変えてって序盤でお見せしたタングステン熱源を使ってます。これね、裏で試しに作ってみて、まあ効率が悪いってことってボツにする予定だったんだけど今回普通に移動するだけだと芸がないので、あえてこいつの実運用試験をやってみようってな話です。まあとにかくスタート地点には置いてないトランジスタとか水晶とかの最近実装された資材を若干載せといて、あとは水上移動用にフロートユニットをつけとこうかな。よし、じゃあこれでいざ。結構まともな走り出しなんだけど、これ今電池を5つ分使ってって、モーターを使う場合は基本は2本で、これと同じくらいだったので効率はやっぱし悪いかな。当然電池が切れるのも早くって、これに関しては一応予備の燃料を持ってきてます。こう考えると一つの発動機ってその時の状況に応じて複数のエネルギー源を使えるってあたりで、電気でしか動けないモーターと比べてアドバンテージと言えなくもないかな。とはいえスタート地点が意外と遠かったので燃料が足りんかもしんない。案の定すぐになくなっちゃったんだけどとりあえず陸地に上がるか。ちなみにここは V トール空母の回で使った港ですね。一応ね、荷物の中にモーターもあるのでやろうと思えば発電もできるんだけど、今回はエンジンが主役なのであえて燃料を準備してます。まあとにかくこのくらい燃料があれば大丈夫か。エンジンは温まるまで回転が遅かったりするので、ここもスイッチオンで動くモーターとは違いますね。とにかく燃料も十分にあるのであとは安心かな。1点、これもモーターと違うところなんだけど、エンジンは
冷却すると効率が上がるっぽいんだよね。なので半分水に沈めるようにすればスピードが上がるかってのも試してたんだけど、沈みすぎて冷えすぎるとダメみたいで、これはまた別の機会に試してみましょうかね。まあなんやかんやってよし、スタート地点の島に到着しました。ということでエンジンの熱源いろいろやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ明確な成果としては難しいところではあったんだけどモーターと比べていろんなものをエネルギー源として使えるってあたりが面白いところかな。で、あとはイエロースライムとグリーンスライムを連れて帰るだけのつもりだったんだけど、この後ちょっと困ったことが起きちゃって、ちょっとね今飛行機をスルーしたんだけど、帰りはあれを使ってみようかな。ということで次回は飛行機の改造やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。